ぐちゃぐちゃに濡れたままこの寒い街を歩き続けるのは多少危険でありますが、このままカナダ側に向かいたいと思います。エントリートゥカナダ。こういうところに中国語や韓国語が書いてあっても日本語が書いてないというのが少し悲しいですね。経済成長しないというか、衰退している国に住んでいるというか、そういうのを感じさせるような気がしてとても残念です。しかしなんもないんですね、これ。これでいいのかな。手続き的に何か自分が間違ってるんじゃないかと少し心配になるんですけど、何も手続きが発生してないです。パスポートを見せることもなければ出国の手続きを一切取ることなくして、今アメリカとカナダの国境の端、レインボーブリッジを渡ろうとしております。あそこにアメリカとカナダの国旗がありますけれども、あそこが橋の真ん中なんですかね。ヨーロッパで EU の中で国境を電車で渡ったりとかしたことはあるんですけど、あとはフランスの中でニースからモナコに車で行ったこととかあるんですけど、EU の中ってやっぱり同盟関係だからかわからないですけど、基本的に人の移動が自由だからだと思うんですけど、手続きってほとんど発生しないと思うんですよね。鉄道にスイスで行った時だったかな、スイスで行った時だけはパスポートに判を押された覚えがあるんですが、そういえば先日メキシコにエルパソから入った時もはっきり言って何もなくはなかったけど、でも別にパスポートになんか出国の印かなんか押されたわけでもなかったです。日本から出国するときって基本は空港を使って行くものだ、飛行機で行くものだと思うんですけど、だからですかね、なんか少し国を越えるのを大げさに感じてしまっているのかもしれません。っていうぐらいに今何もなく国境を越えようとしてます。あそこにぴょんぴょん飛び跳ねてるどこの国にもいるアホな人間がああいうのいいですよね。僕は大好きですね。これがカントリーボーダーですね。今渡りました。カナダとアメリカの国境を渡って僕は今カナダに入っております。そう目の前にモーターパークってあるんですけど、僕の泊まってるホテルにもプールとかちゃんと完備されてて、ちょっとホテル調べてたと思ったんですけど、ここら辺ってプールがついてるホテルが多いんですよね。やっぱり夏の保養地としての意味合いがアメリカ人の中ではとても強いのかなと思います。しかし本当に何の手続きもなく国を越えていますね。エルパソに行った時は少なくともアメリカを出る時の方でもなんか簡単な税金みたいの払いましたし、
まあさらに言えばエルパソの国境沿いにはなんかマシンガン持ってるような警官みたいな、まあ、国境警備隊みたいな人たちがいてたりしたんですけど、本当に何もないですね。あそこもなんかカナダ側の出口の方も、まあ、いわゆるカスタム税関のところも何かあるんでしょうか。やっぱこうやって見落とすとカナダの方が観光地って感じですね。アメリカ人もここまで来るとカナダにみんな渡っちゃう人が多いんでしょう。さあカナダ側にやってまいりました。カナダって書いてありますね。しかしこれは一体、あ、ちゃんとカナダ側はここで何らかしらの手続きを踏むのかなと思われます。一切手続きもなくこっちを渡っちゃうとなんか不安になるっていうのはやっぱ島国根性なんですかね。 Just arrived in Canada。 あ、そうそう、このArrive Can っていうアプリを入れてないと入れないよってカナダのなんか外務省なのかな、どっかわかんないですけど、なんか政府系のサイトで見たんですけど、ちゃんとなんかしてますね。このメイド・オブ・ザ・ミスト号のこの青いポンチを持って歩いてるとおのぼりさん丸出しですね。おのぼりさんとか観光客の丸出しが、まあでもいる人もほとんど観光客なんでしょうから、いいんですかね。カナダ側にちゃんと完全に入国しました。入国するときはちゃんとパスポートコントロール受ける形で入ってきましたね。いやカナダか。こっちから見るとまたちょっと景色が違っていいですね。昨夜はナイアガラの滝が、夜にライトアップされてましたけど、もしかしたらこっちから見る方がライトアップされた滝が綺麗に見えるかもしれません。アメリカ側だと真横から見る形になっちゃってましたからね、特にアメリカ滝の方は。カナダの滝の方はもしかしたら角度によっては見れるかな。まあでもやっぱこっち側から見た方が全貌が見れるといった形になるかなと思います。まあ、日本国籍の場合は、かなり自由に、今もそうでしたけど、ほぼ何の障害もなくカナダ側に来れるので、ここまで来たらカナダまで来ちゃった方がいいかなと。ただまあなんかちょっと見てたら中国国籍とかの方だとちょっとなんかビザ取ったりとか、なんかちょっと面倒くさそうなところがあったりしましたね。いやーあとどうしようか。とりあえずまずはこの街をぶらぶら歩いてみたいと思います。いやーやっぱちょっと観光地って感じがしていいですね。すごいな。やっぱ見てたらですね、観覧車乗ってみたくなっちゃったので、ちょっと観覧車で向かってます。
ナイアガラってなんかもっとこっちに来るまではもっと大自然の中にポツンとあるイメージだったんですけど、レインフォレストカフェとかあるし、なんか蝋人形みたいなやつですかね、これは。めちゃくちゃ観光地ですね。いや、こんな感じだったらカナダ側に一泊してもよかったのかな。ウェンディーズがあります。ティム・ホートンズだ。カナダの有名なドーナツチェーンですよね。食べたことないんですよね。ちょっと後でカナダのポピュラーな味を食べてみたいなと思います。これだ、ナイアガラスカイフィール。何の予約もしてないですけど、買えるでしょう、おそらくは。全然人が乗ってないな。これに一人で乗れるのはやっぱり寂しいですね。大丈夫かな。カナダで最大の観覧車ってことでとても人気らしいんですけど、ものの見事に今誰も乗っておりません。お昼時だからではないと思うんですけど、あんま乗らないものなのかもしれない。はいはい。OK、thank you。いやー、ものの見事に本当に誰も乗ってませんね。はい。Just yourself? Yeah, that's only me. Okay. Number 3. そんなにラインがあるわけ。乗ってる人いた。インドの方かな。ちなみにチケット14ドルだったんで、今の、為替で言うと大体、1400円ですね。大体今1カナダドル100円ぐらいです。結構あれですね、やっぱ円安は、カナダドルに対しても円安になっていて、数年前だと1ドル80円とか、多分1、2年前でも90円ぐらいだったと思うんですけど、結構な勢いでやっぱり今円は安く、売り込まれている状況になります。とはいえやっぱりカナダ側のこういったものなんかちょっとアメリカより物価違うかもしれないですね。ちょっと安く感じます。一体何周するんですかね。これ観覧車の割に結構速くないかな。止まらないで乗る観覧車をイメージしてたんですけど、これ一旦止まらないと乗れない速さじゃないですかね。結構スピードが速いように感じられます。乗り込みました。なんかさっき全然乗ってなかったんですけど、意外と人がいましたね。よいしょ。やっぱり
移動しながら乗るゆっくりとした観覧車じゃなくて、一回一回乗り降りするたびに止めてますね。確かにちょっとそうじゃなきゃ全然乗れないスピードでしたもんね、これは。いやー、動きましたね。お、なんか変なパターコースがありますね。恐竜のパターコース。おー、すごいすごい。速い。日本の観覧車に比べるとすごい速いですね。これはなんだ。ゴーカートだ。ゴーカートとかもあるんです。ああ、綺麗に見える。すごいですね。なんか止まりましたね。下の方で別のお客さんを入れてるのかな。しかしスピードウェイって書いてあるナイアガラスピードウェイか。ああいうゴーカートはちょっとアメリカっぽくていいですね。まだオープンしてないのかな。時間的にオープンしてないのかもしれないですけど、今昼の12時半ぐらい、1時ですね。今1時です。素晴らしいですね。今がトップですね。ここがトップで、これから下っていきます。アメリカの滝も綺麗に見えますね。僕が泊まっているハイアットプレイスの向こう側に見えてます。ちゃんとこうやっていちいち止まってくれるんですね、これは。メイド・オブ・ディ・ミスト号が今ナイアガラの滝の方に向かってますね。意外と観覧車も乗ってみると楽しいです。これ終わったらどうしようかな。結局先ほどの観覧車ですね、5周させてもらいました。そんなにするもんだなと思いますね。今はですね、なんだっけ、テーブルロックハウスっていう、ナイアガラカナダ側観光してたら絶対来る場所なんですけど、そこの2階のレストランにいます。ここ何がすごいって、ナイアガラの滝の目の前でご飯が食べられるんですけど、はっきり言って完全に観光価格のお店でしたけれども、ちょっと入ってみました。ローカルの、ニジマスのフリッターと、ソテーですね。それにちょっとしたサラダライスのピラフが入っている形です。で、こっちのワインが結構面白くて、カナダのオンタリオ州って、ナイアガラオンタリオ州なんですけど、ワイナリーがあるんですよね。で、これジャクソントリフスっていうのをさっきもちょっと聞いてたんですけれども、ここからたった1時間半ほどで行ける、ワイナリーで作られているワインだそうです。やっぱこういうのがここら辺にあるっていうのはすごく自然が豊富だなっていう感じがします。確かに水も豊富だし、なんか農産物とか作るのがすごいできてるんだなって感じですね。
ロブスターソースがめちゃくちゃ合いますね。美味しい。アメリカ、まあ今カナダですけど、肉が多いから魚食べたら久しぶりですね。美味しいな。でもニジマスじゃないや、こっちだけニジマスで、こっちはサーモントラウトですね。いや、カナダのサーモントラウト食べられるの。めちゃくちゃ美味しいです。やっぱすごい新鮮です。あ、美味しい魚食べた。とても合いますね。本当はワインリストの一番上がこの、ジャクソントリンクスのシャルドネだったんで、シャルドネの方がいいかなと思いつつも、ちょっとしっかりしたものを飲みたいと思って、ソーヴィニヨンブランにしちゃったんですけど、この内容だったら、シャルドネの方がもしかしたらいいかもしれないです。結構あっさりしてます。ちゃんと魚の脂しっかり乗ってるんですけど、やっぱりっていうか、まあ結構しっかり。Yeah, good. Very nice. Yeah, thank you. 脂身があんまりなくてあっさりしてるので、それほどしっかりしてないワインでもいいかもしれないです。美味しい。美味しいし、すごいビューがすごいです。で終わったらちょっとナイアガラフーリーっていうちょっと、4D 映画館みたいなミュージアム体験した後に、ナイアガラの滝の裏の方に行ってみたいと思います。いや、カナダもまだ公共交通機関はマスクが必要だそうです。このウィゴーっていう場所に来たんですけど、ナイアガラの、ナイアガラパークスっていう、多分市とかがやっているその観光団体で、アドベンチャーパスっていうのを買ったら、バス2日間乗り放題だったり、いろいろと観光系のチケットがセット料金で売ってたので、来る方は、基本的にこれ買われるんだろうなっていう感じでした。しかしここなぜか知らないですけど、中国のでっかい寺院みたいなのがあるんですよね。一体どうなってるのか。僕が来たのはホワイトウォーターウェイっていうところです。ナイアガラの滝から、歩くと時間がかかりますけど、車だとそんなかかんないと思うんですけど、車で10分ほど、川上に上がったところにあります。川上に上がると、川の幅が狭くて、すごい勢いが強いところだそうです。僕がさっきいたのはここですね、テーブルロックセンター。ここからこのすごい滝が見えてたんですけれども、ここの滝が見えてたんですけど、ここから、上の方まで来て、ここまで来た感じですね。ホワイトウォーターウォークに行ってみたいと思います。エレベーターでずっと下の方まで降りてきまして、今トンネルを歩いています。このトンネルはここか出るとナイアガラの滝すぐに
いや、すごい勢いだな。やっぱ川の勢いが強くて渡れなくて死んだ話と書いてありますね。いや、これはさっきエレベーターでここから17メートル下に降りますって言われたんですけど、確かに17メートルぐらいあるんですかね、これは。聞き間違いじゃなかったら17メートル降りてきて、川面のそばに立っているということになります。いや、これはすごいですね。荒い波、海の波みたいですね。川の深さは 10.7 メートルもあるって書いてありますね。川の速さは 35.4 キロメートル。いや、それにしてもこれはすごいですね。確かにただの川なのに波がすごくて白波みたいになっちゃってます。確かにホワイトウォーターですね、こうやって見ると。しかし不思議なのはナイアガラの滝っていうのは、これはナイアガラの川ですけど、場所によって川の速度は全然違うけど、だいぶやっぱ速い書いてありますね。時速48キロなんだ。いや、でもそりゃ速いですね。そんな速い川は見たことないかな。通常は渡れないって書いてあります。そりゃそうですね。これは渡れないな。クラス1から6まであって、ここは最も流れの速いクラス6に該当するそうです。これは渡れないですね。確かにちょっと。そうで、さっきも思ったんですけど、すごい面白いなと思うのが、ナイアガラの川っていうのは、上の方まで、ちょっとだけ上に来ただけですけど、たったの、あれなんですね、緑色なんですね。なんでこんな色になっているんだか。波が非常に高い、5メートルぐらいあると書いてあります。こんな急激な川の中にも魚っていうのは住んでるんでしょうか。すごい。スノーケルですね。冷たい。いやー、確かこうやって見ると波はすごい高そうですね。最大でこの辺りでも10メートルほど深いらしいので、いやー、これはすごいな。ナイアガラの川自体は結構広い部分が多いと思うんですけど、ここは多分ですけど、川の中で一番細いんですかね。勢いがとても強くて、こうやって波が立って白くなってホワイトウォーターと呼ばれてるみたいですけど、
書いてある。Why is the water green? やっぱミネラルがすごいんだ。すごいみたいですね。ロックフロア、これはなんだろう、なんか土壌から出てくる塩とかそういう栄養素なんですかね。ライムストーンフロムザシェール、ああ、だから土壌とサンドストーン。まあ英語は苦手なんでよくわかりませんが、まあ栄養素が多くて緑色だそうです。でも本当象徴的なんですよね。なんかすごい緑色で、滝のところでも思ったんですけど。ナイアガラの滝と同様に、このホワイトウォーターウォークも十分見応えのある川です。まあ、エリ湖から流れてきてると。あ、そっか。向こう側はアメリカなのか。そうですね。ナイアガラの川を挟んで、向こう側がアメリカのニューヨーク州であるということが書いてありますけど、そういえばここが国境線になってるのをすっかり忘れてました。ここがもう最後になります。ホワイトウォーターウォーク。おっと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 。本当にすごいですね。やばいやばい。いや、あそこの波とか高いな。あそこは特に高いですけど、多分下に大きな岩とかがあって高くなってるんですよね。毎回高いですからね、あそこ。いやー、あれ人間すっきり入っちゃうほど高いですね。いや、すごい。いや、本当にすごいです。来てみてよかった。ホワイトウォーターウォークはこれで終わりみたいなんで、まあちょっとゆっくり歩きながら戻って、次はビハインドザホール、ビハインドザホールにちょっと行ってみたいと思います。まあナイアガラの滝の裏側を見に来ております。実はナイアガラに来てから本町を切るのは3回目です。やっぱりこの町は滝の水を浴びせてなんぼっていうところがおそらくあるのかなと思います。おお、これ今滝の真横に来てますね。カナダの滝の真横に来てます。これがカナダ川の滝ですね。いやー、すごいです。やっぱりすごい勢いですね。ここから見てもやっぱ水しぶきがすごくて全容がよく見えない感じです。下にも降りれるのでちょっと降りてみます。もう水が横殴りの。
おお、すごいね。いやー、すごいですね。ちょっと本当に水がすごいです。水しぶきが。いや、しかしこういう世界的な遺産でもゴミを捨てるやつは捨てますね。本当だね。すごいけどびしょびしょです。滝の裏側まで行けるので行ってみたいと思います。うわー、すごい。うわー寒い。なんか上に敷みたいなのついてますね。今僕はここら辺にいるってことでしょうか。うわー、すごい。水量がすごいです。これもどうやってこんな掘ったんですかね。さっき掲示板に書いてあったの高さ58メートルだそうですけど、水も58メートルもあるとこんな勢いになるそうですかね。いやー、力強いですね。びしょびしょです。でもナイアガラ滝面白かったですね。一旦はこれでもうほとんどナイアガラ滝見終わった感じです。本当はもうちょっとあったりするみたいなんですけど、それは夏の、シーズンオンにならないとやってなかったりとかするみたいで、5月上旬だとこんぐらいしかまだ楽しめないみたいです。しかしまあ十分満喫しましたね。ナイアガラの滝、今日いろんなメディアとかで見てましたけど、こんなにすごいとは思いませんでした。いやー、そしてなんかこの街はいいですね。さっきからいろんな国の人が言ってますけど、みんな楽しそうです。なんとなく余裕がありそうです。余裕っていうのは、例えばニューヨークも観光してる人いっぱいいますけど、ニューヨーク観光してる人は結構せかせかしてる人多いイメージです。ここまで来てる人、そんなせかせかしてないから、本当にいろいろ余裕がありそうです。なんか雰囲気もとてもいいですね。ナイアガラフォール十分満喫しましたんで、これからアメリカ側に戻ろうと思います。次に行く街はナイアガラの隣のバッファローです。
バッファローに行かないとアムトラックで、シカゴまで行けないんで、バッファローまで戻りたいと思います。